アンダー35アーキテクツエキシビション2022、35歳以下の若手建築家による建築の展覧会記念シンポジウム2を開演させていただきます。花は見てに咲くという言葉がございます。で建築もそれを発想し形にしていく自分との向かい合いの中から出てくるものだと思うんですけれども、一方でいろんなたくさんの方がそれをご覧になり、またその中で仕事をされたり楽しまれたり住まれたりする、そういうものであることを思うと、花は見てに咲くというそういう言葉も建築にはとても大切な一面かなというようなこともまた感じさせていただきました。ぜひとも皆様にはですね、大阪・関西のこの宝となる建築作品を生み出していただきまして、都市のプロデュースも担っていただきたいというふうに、そういうふうに思っております。この大阪会場でこの U30 号の企画を続けていただいて、大いに大阪を盛り上げていただきたいなというふうに思います。これからの建築はいろいろな背景を持った人たちを気負わないで参加できる空間や体験をどんどん演出していくべきだと考えております。やりないことにリスクを取ってチャレンジし、その先頭に立つ勇気を持ってほしい。大阪っていうのはこれからの経済成長の鍵となるクリエイティブクラスの方々が活躍できる機会や場がたくさん出てくると思います。で、皆さん方ぜひこのクリエイティブクラスの中核人材としてですね、ますます活躍していただきたいと、そういうふうに思っております。今のソウルで生まれたんですけれども、終戦前に父親の田舎であるその諏訪湖のほとりに移りまして、2歳ぐらいから中学3年までそこで過ごしました。はい。河野ゆりかさんっていう若い女性の写真家が今年の冬に諏訪に行ってくれて、それでもっと寒くなると最近はできないんですが、御神渡りという神が渡るという道ができると。つまり氷が膨張して伸びてくると亀裂が入ってその真ん中でこう盛り上がりができるんですね。藤本さんもっと寒いところで育ったんだはい。で貧しい時代ですからこんなみんな下駄履いて冬はこれですポケットがやけにもうパンパンに膨らんでいて何を入れてたんだろうというのは覚えてないですけども、そういうところだったわけですが、これはその花見に行った時の写真で、僕が小学校の多分3年生かそこらの頃だと思いますが、僕の右側にいるのが父親で、ビジネスマンだったんですが、すごく凝り性の人で、焼き物に凝ったり、スポーツもゴルフやればシングルプレーヤーになる、で野球も好き、麻雀もやるという、何でもやると凝り出してしまうんですが、その中でも最も凝ったのがその李朝の焼き物だったんですね。突然倒れて脳溢血で死んでしまったんですけれども、その1年後にこういう移行集を出したんですね。その成果というで、俳句はあんまりうまくなかった戦後始めたらしいんですけれども、その李朝の焼き物について、書いた文章とその俳句を載せて掲載して、で、本当に親しかった人たち、お世話になった人たちに500部ぐらい作って送ったという、そういう移行集なんですね。で、ある時こう読み直してみて、そこにこういう茶碗というのは成熟な美と、それから本流する力が本質なんだっていうことを書いてた。で、その言葉に結構見入られたっていうか、こういう建築作れるといいなと思いましたね。
で例えば初期の中野本町の家の写真、はい、それからこれも昔作った北海道に作ったホテル P というのの、それから大館の樹海ドームと呼ばれている木造で作った竹中と一緒に作った、これは本当に静かな場所にあるということもあって、本当に静けさを感じるような葬儀場ですね。はい。それに対してじゃあ本流する力、僕の中にはもう一つ渦を巻いて地面から立ち上がっていくような力みたいなことがもう一つのテーマとしてあって、なんか大地から立ち上がってくるような、エネルギーみたいなものをなんか建築にしたいなといつも思ってます。はい。それでこれは負けた国立競技場のコンペティションで、僕はその大地のエネルギーがそのフィールドに伝わって、それが観客席に伝わって空に向かって消えていくような、そういうスタジアムを作りたいと思ったんですね。はい。その夕景が、空は真っ白になって消えていくみたいな、そんなイメージを描きました。はい。それから台中のオペラハウスのホワイエの部分ですね。はい。それからこれは札幌にできたばかりで、まだ竣工式もまだやられてないような商業ビルで、池内という小さなデパートを建て替えるという仕事で、これも植物が大地から立ち上がっていくような、そういう垂直性を強調したものです。はい。ありがとうございます。伊藤さんの中では美しくするっていうのはもはや無理せずに、無理するっていうと変ですけども、何も考えずにっていうと変なんですけど、建築に確かに、もうとにかく美しくなっちゃうんですよね。いや、美しいかどうか分かりませんけれども、はい、あんまりほとんど無意識ですね。はいはい、美しく。なんか伊藤さんの力強さっていうのが、先ほど写真で見せていただいた諏訪湖の氷が拮抗してバキッと上がっていく、あれなんて言うんでしたっけ、御神渡り、あれの静寂さの中に力がガーッと拮抗した先にバコンといく感じが、非常にあれが象徴してるなっていう気がしました。御神渡りでなくてもですね、非常に冬は特に静かなやっぱりちょっと雪なんかあると吸音しますからね。藤本さん僕よりよくご存知。吸音するから非常に静かなんですが、寒いとこの氷が膨張する、伸びてそれが子供ながらに寝てるとグワーッてすごい音を立てて、氷の底の方で音が聞こえてくるのは、もうなんか夜中にすげえっていう感じでした。すごいですね。まさに水平で静寂なものだからこそ生み出す、そうですね、自然の力っていうのはすごいなという、伊藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。積層という高知工法の可能性について、考えているところがあります。大分県に計画している住宅ですね、単に木材であったりブロック、あるいは鉄骨なんかを積み上げていくだけでなくて、設置の要望を具現化したり、あるいはそこにもう少しいびつな少し R がかった、RC の部分があったりですね、何か野生的なものが立ち上がっていくというところはこの中に現れているかなと思います。重いとか軽いとか、あとはそういった古いとか新しいとか、なんかそういったことの間を取り持ちながら、そのバランスを取りながら、中和していくような、設計をしていく、そういったことに僕たちは興味があります。
重いのか軽いのかよくわからないような状態で、それをいろんな人が見ながらタッチしながら、いろんなことを多様な見方で読み取ってもらうようなことを考えています。偶然の船という、一つの船の象徴的な形でもあり、29個の異なる機能とテクスチャーと造形を持った、もちろん既製品も含まれてますし、お施主さんの持ち込みもあるんですけども、それを合体させているというものになってます。利用していくことで、利用者が空間を構成してきて、独自の形を見出すとか、いろんなテクスチャーとか形とかを入れることで、家具が入れ替えやすくしたりとかしているという工夫をしています。僕はToward a Non-Architecture という言葉を頼りに、建築の設計をしています。いろんな領域にタッチしながら、枠組みにタッチしながらも、そのどれでもなくどれでもあるような状態というような、そういう不安定な状態こそが、建築のあるべき姿なんじゃないかなということを考えています。例えばこれ樹種も公園だったり街路樹から同じものを調べて並べたりとか、周辺の環境がそのまま建築になったようなものを考えて設計をしています。作ろうっていう行為っていうのが、一つの物語として建築をどう捉えれるかっていうことなんじゃないかなっていうふうに一つ考えています。歴史的にソ連時代の床とオリジナルの床とそれをつなぐようにした踊り場を設計しています。でこれがさっきの物語っていう作っていく行為として僕らが設計しているものは一つ糸のようなものなのかな。でそういう2つの時間軸っていうのをどういうふうにつないでいって現在に対して消化していくのかっていうことを示しているのかなと思っています。で3分の2が工房、3分の1がアトリエといった環境で設計と制作を行き来しながら建築について考えています。これまで建築や家具をはじめ絵画や工芸、彫刻、インスタレーションといったさまざまなアウトプットの手法で制作を行ってきました。今回相互依存構造という構造形式を用いているんですが、こういうひだが成長するような原理を用いてまして、そのまま形態の調整をすることなく立ち上げるようなプロセスについて考えています。自分が広島でこういった廃墟性の中から感じ取るもの、炭そのものは、過去の火事という起きてほしくないことであったんですが、そうしたことも過去の記憶として都合のいい記憶だけを引き継いでいくのではなくて、過去の悪い記憶をも建築に取り込んで一種の美しさを担保できないかと素材について、炭を用いた素材感について追求し、サンプルを複数種類作成して建築の今回の展示に生かすようにしております。一人ずつちょっと振り返ってみていきたいなと思っているんです。広島の方だっけ？そうです。そうだよね。はい。木材の処理の仕方はとても綺麗で感心したんですけれども、ただどうやってこれが実現しうるのかな。なんか一見でもなんか実現した例があるとすごい強かったと思うんですけどね。実作に小屋でも何でもとにかくもう作らなければとちょっと意を新たにして、まず作ってみてできるだけ早く皆さんにお見せしたいと意を新たにしてます。じゃあ次がサーシャと佐藤さん。実際になんか今日の説明を聞いても回収してどうなったかっていうのがもう一つ分かんなかったんだよね、正直なところ。他の人にもこれは通じることですが、いろんなプロジェクトを紹介しようとしてどれも中途半端になってるケースを結構他の人にも感じていて、なんかこういうふうにしてこういう空間になったってことをもうちょっと具体的に説明してほしかったっていう感じはしました。一つのアクションよりなんかいろんなストーリーをどの感じつながってできるのが一番
多分強い考えあったので、分かるかな。建築を一つ生き物として捉えた時に、その100年前そのものに戻すんではなくても、いろんな100年間あった痕跡っていうのを一個一個調整していって、でそれらの一つずつの良さが共存できる状態を作ったっていうのが、今回のロシア館で一番やったことですね。はい、で次、西倉さん、あの場所を休憩所として、椅子まで置いて実寸展示ですね。船という発想はとても面白いと思ったんですが、その船っていうのはいろんなことを連想させるやっぱりメタファーとしてはすごく面白い発想なので、それにしてはなんか当たり前の家具がずらずら並んでいて、それでなくなっちゃったものもあるわ、新しいものが入ってきたものもある、そしてそれが散在していて、使われているという現状を見せられても、船ということとどうつながってんのっていう。言ってこの場所が認知をされたりとか、あるいは別にその僕の形がなくなったとしても持続していくっていうふうな状況になれば、船は壊れてもいいというふうな前提で船という形を提示してました。ちょっとそれはすぐにもうばらけてしまうわけだったら、最初からばらけておけばよかったじゃないですかって、なんで船から始まるのっていうところが僕には解せないですね。なんかその最初の瞬間だけバッと輝く形として船っていうのがあるっていうことがむしろいいんじゃないかなというふうに思ってます。だから最初に輝いてないと思うんだよすいません、なんか言葉がちょっときつくなっちゃうんだけどこの本を読んでから来たんですけども、その船ということから発想したっていうようなことにすごい期待感を持ったんで、逆にそういう言い方になってしまったとも言えると思います。次が積層の野生、山田さん。なんかそのブロックがやけに目についたんだけども、コンクリートブロックが、コンクリートブロックって積層にものすごい弱いんじゃないの？そういった積層建築って可能性ないよねってみんなあんまり思ってたところの、切り込んでいきたいっていう思いが個人的にはあって、でその発端っていうのは、コンクリートブロックを使った設計を今まで何度かやったことがあって、基本的にモジュール感って、自分が手で触りながらそれを積んだりっていう作っていく実感がすごい自分の中であるので、その実感の中で建築を作っていくという意味で、可能性を感じてやっているところがあると。今日の伊藤さんのやっぱダイレクトに建築としてそれ何なのどうなのっていうところをズバッといくっていうのは、やっぱり聞いてて背筋が伸びるというか、気持ちがいいというか、伊藤さんにこれはお伺いしたいなって今思ったことがあるんですけど、今回のこの若い皆さんの考えてる、今いろんなことを考えてるんですけど、世の中の状況っていうのはすでに多様なので、その多様さっていうのをそのままにしながら、でもかすかに建築的なものを作っていこうみたいな意識かなっていう気も想像してたんですけども、伊藤さんから見てそこに何かどんなふうにお感じになりますか？なんか僕から言わせれば弱いね言葉はすごくやっぱりいい言葉を発見してると思うんですよ。ただその言葉から僕らが見てなんでこれが積層なのとか、なんでこれが船なのとか、そういうふうに思わせてしまうところが弱いと僕は思うんですよ。やっぱりもっとその言葉にしがみつくっていうか、そこでそれを追求して中途半端でもいいからそれに必死に食らいついていくっていう姿を僕は見てみたかった。ちょっと若いちょっともう挙手制でもう言ってください。私から見ると弱くない思うだけど、でも本当にこの作ろうの言葉をずっとつながっていくかいかないかまだわからないので、ちゃんと
なんかどの建築やりたいの考える中にいろんなプロジェクトをやるのがですね。分かったかな。ごめんなさい。伊藤さんも決まってますかね。決められないでいます。そうですか。一度だけゴールドメダルを、はい、審査委員長で選ばなかったことがあったんです。でその方、もう後にいろんな批判を受けて、その方が藤本壮介さんだったっていうそれ以降は必ず選ぶっていうことをもう責任にして、せっかく壇上に上がってくれてるんだから、ちゃんと苦節でも選んでいこうというようなマニフェストを掲げたのがご本人です。あえてじゃあ一つ選びましょう。はい。それでは伊藤先生、受賞者の発表をお願いいたします。ロシア館です。おめでとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。アンダー35アーキテクトエキシビション2022伊藤賞はアレクサンドラ・コバレバさんと佐藤圭様です。皆様大きな拍手をお願いいたします。副賞として伊藤先生がデザインされたトロフィーが贈られ、そして次年度展覧会出展シード券も与えられます。ありがとうございます。ありがとうございました。これ君ない中に決めたのがプレッシャーがめっちゃきましたので、でも今からもっと頑張ります。めちゃくちゃ嬉しい反面超悔しいっていうのがあって、伊藤さんにここまではっきり決めていただけなかったっていうのはすごい僕らとしても教訓なので、今度お見せする作品はもう何も言わず素晴らしいと言っていただけるものを作っていきたいなと思っているので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ロシア館という建築がものすごい複雑な100年経ったそうですが、非常に複雑な経緯を経て今日まだ存在しているということだろうというのは容易に想像がつくんで、それを回収するのがいかに大変だろうかということは十分想像できるんですね。そういうことに対してそういう膨大な努力に想像できる努力に対して僕は敬意を払ったということです。皆様大きな拍手をお願いいたします。伊藤先生、ありがとうございました。